おはようございます。今日は加藤の工場にやってきました。すごない工場。加藤のカタログの一番後ろに載ってるとこですよ。感動。で、今日はですね、この加藤の工場見学案内してもらうんですけど、加藤積水金属の工場長の河野さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来ていただいてますというか、僕らが来させていただいてるんです今日はですね、僕らの大好きな加藤の蒸気機関車、ここにちょっとフォーカス当てて製造に密着させていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カメラはね、黒幹さんに持っていただいてます。そしてこれ EF65 本物がここにあります。で、ヘッドマーク今日のためにつけていただいたということで、はい、すげえかっこいい。いやー、いいわ。はい、入ってきました。すごい、動輪置いてるんや。デゴイチの動輪、これは本物です。本物ですよね。はい、で、ベルもね、間近で見るとでかいんですね、本物のベルって。あとメーカーズプレートも置かれてます。これは外の EF65 のメーカーズプレートを切り取ったもの。あと加藤のね、これかっこいい、これヘッドマーク。あとこっちにね、加藤トレインのこれってあれですよね、実際に走ってた。そうですね、埼京線につけて走らせたものです。はい、ではこれから工場の中見せていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どういう順番で見せていただけるんですか。まずは設計ですね。はい、設計の部門から始まって、はい、次に金型の加工の部門を打ちます。なるほど。で、設計とかはね、ちょっと秘密なことが多いので、今回は動画ではちょっとお見せできないと。で、これから案内していただくところが金型を作るところですね。はい、ここをじゃあお願いします。よろしくお願いします。失礼します。よろしくお願いします。あ、すごいすごい。ここら辺がちょっとサンプルとかサンプル品、金属を加工するための刃物、先端がこんな細いものがあります。これで金属を乗り込んでいくってことですか。例えばこちらにあるのがエッチョの側面のガラスなんですけど、こういう形で。ああ、こうなってるんや。窓ガラスの金型。そうですね。で、奥にあるのはこちらは逆に金型ではなくて試作ですね。設計したものがちゃんと加工できて、どういう形になってるか、その形が似てるかどうかの確認をするためのものです。そうなんや。一度こう形を作られて、で金型に移られるんですね。面白い。ここだけでずっと見れるかもしれない。で、工場見学も普段されてるんですよね。そうですね。小学生向けに工場見学していただくときにこういうものでお見せしていただきます。で、見学していただけるものがこういうふうに並んでますけど、カッターと材料とテストカット。こちらは電極ですね。材質は銅でできてまして、先ほどのカッターを使った金属加工ではなくて、鋼電を使った金属加工になります。あ、それで材質が変わるんですね。銅と金型の間で鋼電をさせて、火花を散らせて、それで金型を掘るという形。細かいところができるってことですか。より。あとはやっぱりこういう複雑な形状をやるときにやりやすいですね。銅章の。そうですね。銅章は基本的に砂利模様はこういう鋼電で加工してます。銅章ってパターンあるんですか。パターンはあるようでない。あるようでない。石のところは人間が手でこうやってカンカンあ、そうなんですか。取り出してる。じゃあ同じものなんですね。銅章同じものを出してです。で、こちらはマシニングセンターといって金属を加工する機械なんですが、すごい動いてる。今電極を加工してます。電極を加工しているというのは、金属でこの電極、銅の塊なんですが、形を作って、で出来上がったものを今度は放電加工といって、今度金型を加工するのに使うものになりますね。今銅の塊をじゃあ、加工してるんですか。これを見ただけでは何かはまあわからない。何かはわからないですね。さすがに。これが第一工程ってことですか。そうですね。金型で言えばこれが最初の工程ですね。最初の工程になるんや。これが最初の工程だそうです。この電極が、今、客車に使われる屋根っていう部品のを作るための電極ですね。この R の形状がやっぱり重要で、ここが少しでも崩れてしまうと、まあ、見た目がすごい美しくなくなってしまう。そっか、屋根って言われたら屋根にしか見えなくなる。この丸い形状がなって。でですね、今回の動画は蒸気機関車特集ということで、ちょうど今ビッグボーイの生産もされてると。で、ビッグボーイの製造において何がポイントやったのかというところも各部門で合わせて聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そのビッグボーイで一番大変だったことは、まあ、細いカッターを
たくさん使うっていうことで、直径で 0.01 っていう細さのカッターまで使って加工しています。本当はもっと細いカッターも使ってるんですけど、現状今一番使用頻度が高いカッターで、これを使っています。直径で 0.1 ミリ。あ、ごめんなさい。直径ですと 0.2 ミリですね。直径だとごめんなさい0.2ミリ。でも細い。こういうもので工具を高速で回転させながら、加工をしています。これで金属を削っていってるってことですか？そうですね。すごいな。ビッグボーイってその金型でいうと、はいその演出っていう金型があるんですけど、はいでその金型はいろんな方向から加工しないといけなくって、でそういうのでいろいろその段取り替えもとんでもない数やってまして、でそれが大変でしたね。金型を作るだけじゃなくても、その後に成形で部品をトライとかやるんですけど、その時にもやっぱ抜けるかどうかっていうのが心配で、非常に苦労しましたね。金型から取り外せるかどうかっていうのがそうですね。はい。本当に全部が大変でしたけどあえて言うと、えありがとうございます。はい、細田さんと加藤さんよろしくお願いします。お願いします。ビッグボーイについてちょっとこここだわったぞっていうところがあれば教えていただいてもいいですか？どれもみんな難しい金型なんですけれど、蒸気機関車何台もやってます。で、蒸気機関車のサイズが大きくなっただけなので、金型としては、ね、今までの技術の結集なんで、腕の見せ所です。いいものができたなと自信持ってお勧めできます。SL って割と細かいパーツが多くなるじゃないですか。やっぱり難しくなっていくんですか？そうですね、難しいですね。細かな部品が多いので、非常に、神経使います。開放テコとか細いパーツが増えてきてますけど、やっぱりこう、ああいうパーツが別パーツになるとき感動しましたもんね。あれはやっぱり金型の技術力がないと、形状は設計で作れたとしても、それを金型にすることができなければ意味がありませんので、あれを見ていいなと思わせてもらってます。クーって言っていただけるのは楽しみにしております。ありがとうございます。もう、ビッグボーイは全部こだわってますね。本当にディテールに関しても普段からこだわりあるんですけれども、今回は特に画面上ではできてる形状も形にできないと意味がないので、そこも我々が必死になって考えて形にしました。演出扉以外もじっくり眺めます。そうですね、全部お願いします。ありがとうございます。こちらが創業当時から使っている古い機械になります。創業当時から。はい。昭和32年ですね。未だに使われてるんですか？未だに使ってます。ここに刃物がついてて、ここに例えばワークを乗せて、で手動でこう加工する機械ですね。だから人間が手作業で最終的にちょこっとした微調整をするような機械になります。最終はやっぱり手作業でやられてる。そうですね。すごっ。でこちらの機械はこちらにこういう文字の板を当てて、こちらでこういうふうに動かすと刃物がその通りに動いてくれる機械ですね。だからこの文字通りになぞっていくと、こちらでその通りに彫り込みをしてくれる、そういう手動の機械ですね。だから鍵盤がいろいろアルファベットとか数字とかあって、それを例えば金型に製品番号を彫り込むときやなんかにこういうものを使ってやったりしてる。逆にこういう方が使いやすい部分は。てか今はもう自動でやりますけど、昔はこういうもので昔はこれを使ってやられたんですね。面白い。いやー、すごかったですね。技術力で素晴らしい細かい蒸気機関車が作られているということでね。ありがとうございます。いやー、面白かったです。で今建物出まして、次はどういうところになるんですか？次は今度はその金型を使って、成形プラスチックの成形をする部門になります。案内していただきます。お願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃ広いですね。めちゃくちゃ広いですね。確かに迷子になります。カタログの裏のページに載ってる建物の裏がこうなってます。裏側なかなか見れないですからね。こちらです。こちらが成形になります。お願いします。行きましょう。邪魔します。こちらが全部機械動いてまして、24時間夜間もずっと自動で動きます。そうなんですか。自動で動いてるんや。自動で動きます。金型に樹脂を流し込んでパーツを作っていってるってことですね。これまさにビッグボーイですか？すみません。これはね、用意してもらったビッグボーイの金型ですね。用意していただいたんですか？こちらが手すり関係ですね。なるほど。これが
僕たちが大好きなはいパイピングの手すり関係がでこの金型でできるんや。メカのところの部品の一部ですね。あ、そっかそっか、ランナーも、はいランナランナーもつー付きのいて出形でてくるんや。でこちらがボイラーになります。おお、すごい。この細長いのは押し出しのそうですね。ところです。製品を突き出すためのもの。へえ。こんなにいっぱい細いので押してるんや。だからこのボディの内側をこう見てもらうと丸い跡があるんですね。これが大体突き出しの跡なんですね。この蒸気の配管が好きなんですよね。なるほど。ここで成形をまあ成形して火山型から取り出して、でここで自動的に全部並べておきます。へえ。これ一面並べ終わったら板を引いて、でこの黒い板は静電気防止のためのへ板を使ってます。え。めっちゃ賢いですね。はい。これが24時間はい管理されて動いてるんです。そうですね。だから必要な数までこれで作っている。へえ。機械のこっち側に連れてきてもらいました。はい。これが今射出されるのを間近で見れるんですけど、今樹脂をこう流し込んでるそうですね。こちらから溶かした樹脂を流し込んでます。圧力をかけて流し込んで、それを今度冷やして取り出します。冷やすところまでやってるんですね。こう見ていただくと、はい。金型がこう開くときにこういうふうにも開くのが分かりますよね。こう斜めにスライドしてこうやって、はい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 だからボディがそれで取り出せることになるので、材料はこういうペレット状のプラスチックのなるほ素材ですね。これを溶かしてこちるんですね。らをこのパイプを通ってここに入れて見えますよね。ちょっと入ってるのが、うんうんうん。でここの下で溶かします。はい。でドロドロに溶かしたのを圧力をかけて金型の中にははは押し込んでやります。これがいわゆるその成型色になる元の色ってことですか。元の色です。色も決まってるってことですか。ボディはだいたいこの色を共通に使ってまへす。まあ物によって変えてますけれども、で例えばガラスであればこれが今度透明なもそっかのになります。一日ちょっと見てられる。うん、見てられる。洗濯機覗いているのと一緒に。そうかもしれない。射出成形はどちらかというと鋳造に近いですね。鍛造っていうのはこう叩き出しというか、はい。面白い。昔のうちのね積水の前身の加藤製作所は鍛造で台車の枠を作ってましたからね。金型をこうガンガン打ち付けて形を作って台車の模様を彫ってましたね。今工場を見せてもらってて、ここで射出成形担当されてるんです、SL とか、今ビッグボーイの製造も見せてもらってるんですけど、 SL 製造のにおいて何かこだわってるところとか、ここ難しいよみたいなところがあれば教えていただきたいです。はい。じゃあまずこちらに置いてある部品なんですけれども、はいご覧の通り部品が細かい、特に細い配管なんか SL 多いと思うんですけれども、こういったものって特に樹脂を流すのが、難しかったりするんですけれども、はいこのビッグボーイでは車体が長い分、製品も全部大きくなっている、うんうんうん。でそういったところで、重点不良ってところを特にまずこれは気をつけて成形をしました。樹脂が中に行き届かないみたいな、そうです。そういうことですか。そういったものを特に出さないようにうん気をつけて成形の方をしました。ビッグボーイは細かいけどボディはでかいから、細かくて大きいパーツが増えるということですね。そうです。そういうことになってくると、より難しくなるということですね。ちょっと手間がかかると言いますか、素人ながらの理解ですけど、合ってるかな。不良を出さないようにっていうのがまずこの成形の第一の重要なところなので、あと工程に不良を流さない、お客様のもとにきちんとした成形品を届けるというのが大事なモットーだと思っていますので、我々 SL ファンからすると嬉しいですけど、蒸気機関車で一番難しいパーツってあるんですか。やっぱこれが一番難しいっていうのはないんですけれども、蒸気機関車っていうのは細かいパーツの集合体なので、全体的に難易度が高いっていうのが成形としてのイメージになります。なるほど。このいっぱいピンが刺さっているのが突き出しピンと言いまして、はい。役割としては金型から製品を離形させる際に、役立つものになります。見るからにややこしそうな感じがするんですけど、そうですね。ちゃんと計算された位置にピンが来てるんですよね。はい、これは金型とか工程設計とかまた別の部署の方が設計しているものなんですけれども、特に蒸気機関車は細かいディテールが多いので、その分ピンがちょっと多くなってます。見ていただくと分かるんですけど、こういう Z とか A とか B とかいろいろ表記が書いてあって、ここにきちんとしたピンを刺さないと金型にまず入れることができない。なので間違ってしまったりすると
金型の破損であったりとか、成形品がきちんと成形できなかったりとかっていうトラブルのもとにもなるので、こういったところはまず一番最初にピンを刺すんですけれども、間違えて刺さないように気をつけるっていうところも注意しながら日々やっています。樹脂を流した後に最後に機械側の方から押し出して、こういうふうにははは製品を取る。ははじゃあ細いパーツが増えれば増えるほど折れないようにいろんな場所からこうキュッと押すためにピンが増えるっていう考え方で合ってますか？合ってます。合ってま大丈夫ですす。いや大変なんや、手間かかってるんや。なんで一番ピンが少ないものだと2本とか3本とかっていうものもあるんですけれども、蒸気機関車はすべてデコ1であったりとか白国であってもこういうふうにピンが多くなっています。すごいですね。どうですか？ピンの多さにびっくりです。ピンの多さにびっくり。ピンの多さにびっくりしています。私もびっくりしてますこれ。こうなってるんですね。そうですね。でこのピンは同じではなくて太さが違ったり長さが違ったりで、ははは先ほど説明があったように A とか B とか記号をつけて区別してるんです。なるほど。そっか、ピンの太さも違うんや。はい。大変ですね。だから間違えると大変なことになってしまうんですね。今度はですね、成形から今度次に塗装色付けをする工程になります。はい。でここを実はゴミを防ぐためにこういうエアロック式の二重のシャッターを使ってます。なるほど。じゃあどうぞ。はい、ありがとうございます。このまま入っていいんですか？大丈夫です。でここが開いてるうちは向こうは開きませんので、ああ、なるほど。動物園のあれみたいですね。はい。で向こうが閉まってからこちらが開きますのあっちが閉まってからこっちが。で、はい。で閉まったらこちらが開きます。すごくよくできてます。お邪魔します。失礼します。はい。塗装工程見せていただきます。で今こちらの機械では屋根を塗ってます。屋根を塗ってる。はい。あすごい入り口の方からああいうふうにジグに屋根がいっぱい取り付いた状態で入ってきまして、はい。それを回転させてロボットのアームで塗料を吹きかけて塗ってきます。今は終わりました。で移動します。ああいうふうに移動してきます。で次の次のタームに入ってであちらが回転してまた塗装を始めます。はい、こういうふうにそれを塗装開始します。でこれをずっと繰り返していって、で機械の裏側で乾燥させて取り出しができるようになります。一回塗りってことですか？そうですね、これは1回塗りです。まあ1回塗りと言いつつも回転している間こう塗料がずっとついてますんで、まあそこの量をコントロールしながら塗るという形になります。すごいいろんな角度から。屋根といっても厚みがあるんで、厚みの部分にもきれいに塗料がつくように変えています。塗装ブース見せていただいております。西本さんにお話を伺いたいんですけど、SL とかビッグボーイの製造で難しかったところとかポイントあればぜひ教えていただきたいです。はい。普通の日本の蒸気機関車は割に艶消しの車両が多いので、はい。であまりディテールかなんかってすっきり艶消しだと見やすいんで、あまり日本型はそんなに気使うとかないですけど、そうなんです。はい。ビッグボーイズは今回艶ありの黒塗って、でリベットがすごく車体に多いです。艶ありの塗料でちょっと塗膜がついてしまうとリベットが太く見えてしまうので、その辺すっきり見せるためにやっぱりその塗料の濃さの管理、やっぱ塗布量の管理、はいはい。一応それはビッグボーイはちょっと他の蒸気と違って大変でした。あんまり厚塗りにならないようにみたいな。ならないようにすっきり見せたいっていうのがありました。テンダーとかもいっぱいリベットいっぱいあります。もんね。並んでます。あそこもじゃあ見どころってことですね。そうですね。すごく日本車と違って見応えがあるので、ぜひ、はい。社員でもやっぱりみんなに見せて回して、はい、やっぱすごいという、やっぱ感動されてるんで、はい。ぜひお手に取ってみてください。ありがとうございます。はい。じゃあ続いて印刷の工程です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、こちらの方にあるのが、印刷で使う部品とか材料のサンプルになります。印刷というのはこちらにある版にへこみを彫ってあります。印刷するパターンをへこみで彫ってあります。はいはい。でその上にインクが入ったカップをこうかぶせて動かします。でそうするとそのへこみにインクが残ります。ここに残ると。はい。でその残ったインクをこちらのシリコンゴムでできているタンポというものでこういうふうに転写していきます。拾って転写してでそれを製品の方に写すというのが担保印刷になります。こちらの担保も、そのやり方もしくは工程によっていろいろがあって硬いものから柔らかいものまで硬さが全然違うものもしくはここらにありますように形状が全然違うものをいろいろ使い分けていろいろな色を入れていきます。実は今までの印刷の中で過去一番工程が多かったのはこちらのエヴァンゲリオンの新幹線ですね。担保印刷というのは一
1工程でやっていきますので、色が多ければ多いほどその分色数を重ねていかなきゃいけない。例えばこちらの新幹線ですと片面を印刷するのに32工程ぐらいの工程32工を、はい、繰り返し印刷して出来上がっていくような形になります。で特にこういう直面をしてますので、1回でここからここまでを印刷することができないので、半分ぐらいでもう半分ぐらいっていうふうに角度を変えて印刷したりもします。なるほど。このホットスタンプというのはこう箔があって色が箔についてまして、それを熱でプラスチックに転写するっていう形をとるんで、ホットあったかいスタンプ。昔はこういうガラス関係に印刷をすることはほとんどなくて、こういう箔でやってました。でそれは何かというと、印刷のシンナーでガラスが曇ったりすることが多いんで、それでそういうことがないこういうホットスタンプというのを活用してますね。こういうナンバープレートの金色とかですね。おお。加藤のナンバープレート大好き。加藤のナンバープレート大好き。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ナンバープレートどこまで好きなの？加藤輝き。ああ、輝き。はい。文字の大きさがやっぱしっくりくるな。結構これも熱で転写するので、熱で少し溶けるんですよね。でそこを考えて金型の方でそういう彫り込みをしてるので、潰れることを考えて、形状を作ってます。なるほど。はい、こちらは E353 系の全面ガラスに黒い縁取りを入れてる工程になります。印刷でやってます。あ、これがさっきのそうですね。担保がこう上下して、先ほどインクのカップと言ったのはあそこの奥に見えるこう円筒形のもの、中にインクが入ってます。なるほど。で版がこう動いていって、で版のへこみにインクがこう残るような仕組みになります。こうやって一個一個片側ずつ印刷をしていきます。うまいことピタッと合っていくんや。これ比較してもらうと分かるんですが、こちらが印刷してないもので、こちらが印刷したもの、違い分かると思います。ワイパー。はい、その部分を今ここの機械で印刷しています。めっちゃ細かいところまで。そうですね、細かいところまで、綺麗に入ってると思います。ありがたい。自分で塗装できひんから。わあ、ありがとう。これはビッグボーイの演出。あ、ほんまや、入ってる。ここにこれが入ってるって気づかなかったです。誰も知らないように。誰も知らないはあれですけど、これも担保で入ってるんや。これは何色ですか？黒を下地に上に文字を打ってる。1回の工程でバチッと入るんじゃなくて、2色、2回工程に分けて入れてるってことですね。わあ、テンダーの下回り。これは車軸の部分に。あ、ほんまや。テンダーの軸受けっていうんですか？そうですね。ここの車軸の受けの部分に色が入ってる。いいね。印刷工程で蒸気機関車において、一番難しいところというのは、やはりボイラーの側面についている空気作用管に色入れをすることですね。空気作用管。印刷でなぜ難しいかというと、空気作用管の近くにいろんなディテールがあるんですね。ドームがあったりとかいろんなディテールがあって、でそのディテールがあるとそういうものを印刷をまっすぐ入れることが難しいんですね。でそのためにそのディテールを脱がすために担保をちょっと加工したり、いろんなことをしてまっすぐ入るように工夫するところが非常に難しいところになります。さっきのプニプニしてる部分を削ったり穴開けたりして、ディテールに当たらないようにして、すごい。シリコンゴム担保の柔らかいものでもそういうところに出っ張りに引っ張られて変形してしまうんですね。だから変形をなくすために、よけるような工夫をするというところは大変だと思います。SL の空気作用管と、金体も担保ですか？そうですね。金体丸くなってるところもそうです、ね。あれも担保なんですか？でもボイラー一周入れるためには前後にあるドームとかを避けてやらなきゃいけないんで、あれを大変です。やっていただいてるから僕らが復活蒸気で遊ぶことができるっていうね、ありがたい工程です。ホットスタンプの工程に案内してもらってます。よろしくお願いします。お願いします。こちらでは今ちょっと見せてくださいね。よろしくお願いします。側面ガラスをホットスタンプで箔押しをしてます。ここのグレーですね。縁の H ゴムですか？そうですね。H ゴムのグレーの部分をやってます。窓の縁に出っ張りをつけて、そこに熱転写で箔押しをしてます。綺麗に重なってますよね。これは実は
このためにこの L と R のガラスがついてるんですね。はい。でここにその重なりを助けるための形が作ってあるんですね。ここでこう出っ張りとへこみがあって、ここでその出っ張りとへこみを合わせるとずれないという。本当にこちらは作業の工程に必要な形をこう作って、それでやってます。うわー、めちゃくちゃ考えられてる。綺麗に進まれてる。はい。こちらの方がデジタル印刷になります。本当に家庭用のインクジェットプリンターと同じような仕組みで動いてるところですね。これダブルスタックの多分床板をやってると思うんですね。これが印刷前で、ここにいろんな文字を印刷してると思います。印刷前と印刷後ですね。めっちゃ綺麗やな、でも。はい。パンダ黒潮とかこういうのでやってるんですか？そうですね。ああいう写真的なものはそういうことになります。なるほど。はい、次の工程は、はい部品を作る部門になります。部品製造という部門なんですが、部品製造。はい、部品ってどういう部品？金属の部品を加工する部門です。例えば車輪を削って車輪の形を作ったり、もしくは台車の軸受け板といって車輪を保持する部分の金属部品をプレスで作ったりする部門になります。プラ以外の部分ってことそうですね。はい。パンタグラフの線も作ってます。なるほど。はい。そういうところも全部自社というかこの工場の中で作られてるんですね。ここの部門で作ってます。すごい、なんか機械がいっぱい並んでる。ちょっと動いてないんですけど、はい、線を N 型に曲げてパンパンタグラフのタグラフの元になる部品を作っている機械です。こちらから細い線が供給されていきます。はい。でこれが機械の中に入って折り曲げをして N 型に形を作るんですね。元は洗剤なんですね。はい、洗剤です。これが車輪を作る。はい。小学生向けに材料の長さ3メートルと書いてあります。材料の長さは3メートルだそうです。一応中に入っていただけるんで、はい、行きましょうか。こちらが車輪を作ってる機械で、上に乗ってるのが真鍮の材料です。これは並んでるのは置いてあって順番に供給するんですね。で1個こう供給されるとここで材料をこうくるくる回します。で回してるところに刃物を当てて削っていく。はい。フランジの部分も削って出してるってことです。そうですね。車輪を作ってるとこ見せてもらいましたけど、石井さんにさらに蒸気機関車の部品を作る上で何かこだわりとかポイントとか難しかったところとかあれば教えていただければと思います。蒸気機関車の動輪というのは、スポークが抜けているというか、向こう側が見えるようになってるんで、それで普通の切削した車輪に1工程プレス抜きという作業がありまして、蒸気機関車の場合はこのように抜いてますね。さっきの工程で作られた車輪にプレスで穴を開けてるってことですか？そうですね。だから他の製品よりちょっと時間と手間が、かかっています。これちなみに何の動輪ですか？これは何だろう、 C62 かもしれないです。白国の動輪、パーツだけずっと見てられますよ。すごい。今やってるビッグボーイのロッド？ビッグボーイのロッド今やってるんですか？出来たてのロッド、手震えてきた。ビッグボーイの出来たてのロッドだそうです。プレスで抜いてるんやね。ビッグボーイのね、ロッドを見せていただいてるんですけど、これちょっとここ見ていただいて、細かいね、パーツがいっぱい並んでる。見えるかな？プレスで抜いた真鍮でロッドが作られてるみたいです。じゃあ行きます。お願いします。はい、今度の部署は車輪を作ってる機械になります。部品製造というところで車輪を削ったものをメッキして、こちらで今度車輪の形に組みます。両方の車輪を合わせて軸を入れて、で車輪の形に組んでいく部署になります。なるほど。はい。で実は機械自体はちょっとお見せできないので、こういうふうにもやがかかっておりますが、よろしくお願いします。この音で想像してください。カタカタいう音で。多分ああいうことしてるんだろうなっていうことを、画面の前で想像していただければ。よろしくお願いします。ありがとうございます。部品組み立てではですね、主に車輪を作っております。特に苦労するところっていう点では、手作業で作ってる車輪もありまして、なるほど。これも手作業で打ち込んだりするんですけど、これをすべて手で打ち込んで、形まですべて手作業で持っていっています。すごい。はい。で、触れがないように作るっていうところにすごい苦労してまして、ここで触れがあると脱線してしまうので、左右でちゃんと位置が決まってますもんね。決まってますね。で、中に金属とかも入ってますので、こういった部品を一つずつ手で作っています。はい。
今のところこういった形のものを作ってます。でビッグボーイはこの小さい基板ですね。ライト基板ってことですか？そうですね、最後に光るところですね。すごく小さいですね。ビッグボーイやのに過去最小ですね。あ、本当ですか？はい、非常に苦労しましたこれは。主に常磐線とかに入ってるのはこういった基板ですね。分解してくださってる方にはちょっとよくわかるかもしちゃんれないですけど。と裏表を見とかなあかんやつ。はい、そうですね。こういった形になってるんですけど、これよりもさらに小さい基板を今回ビッグボーイは作りました。はい。蒸気の基板は蒸気って言われても小さいんですよね。最後の点灯する光るところのみフロントデッキのところにライトがついてるから、そうですね、余計に、はい、こういった小さい基板も作ってあります。はい、じゃあ次はうちの心臓部のモーターの組み立てになります。はい、よろしくお願いします。お願いします。こちらは小学生の見学用に用意した資料なんですが、はい、上の段を見ていただくとこちらから順番に工程が進んでいく様子が分かります。まずシャフトにローターコアをこうかしめていって、でそれにコーティングして殻を入れて、でコミュテーターとかをつけて、で今度ワイヤーの増し線をこの辺りでやるという、でだんだんと完成品に近づけていく。でモーターの完成品まで作ってる工程になります。モーターまで作ってはるんですね。はい。で上にあるようにいろんなモーターを作ってます。HO から、はい、最近スロットレスモーターがここにはない上に走ってるのはそうなんですけど、はい。なんかすごいね。なんか見たことあるドラマとかありそう。これカタログの多分あると思います。あ、これ見たことある。これ昔のカタログによく出てた。大好きやった。大好きここ。これ本物かな。多分本物ですよ。これじゃないですか。ああ、それもあったな。すごい。それでは、この場所はビッグボーイの組み立てをしているところです。今ここはそうです。今まさに。で、特にここの場所で作っているのはメカの部分です。今こういうふうに作業してメカを一個一個作っているところです。ビッグボーイ特に部品が多いのでそうですね、多いですね。はい。ちょっとこの作業を見せてもらいます。こうやって SL が生まれてるんや。そうです。これで一個一個つけていかなくちゃいけないんだよ。くるくる回るやつ。あ、くるくる回るやつ。これを作った時に変な風に作っちゃうと動かないとこれでくるくるしなくなっちゃう。ここに足します。これってはまるようにしかはまらないんですか？部品がちゃんとしてればはまるようにしかはまらない。はまるようにしかはまらない。でも角度があって角度のとこじゃないとはまらないようになってるから、ちょうどその角度のところで合わせて、その確認するときに走らないやつが出てくるとどこかの組み合わせがおかしかったり、なるほど、ちゃんと出来上がってなかったり、ここでこうするんですよ。いや、これを組んでいただいてるから遊べるという。そうです。ありがとうございます。もう蒸気大好きなんで。あ、そうなの？大変なんだよ。ごめんね、文句ばっかり。いや、もうありがとうございます。で、今作ったメカを今度作った方がこちらで一応この単体で走行検査をするんですね。そうなんや。はい。ビッグボーイメカ2つ使いますけども、1個ずつこうやってまずボディをかぶせる前に走行検査します。全部やるんですね。はい。へえ。ちゃんと弱点を。で、そのメカを作ったのを今度上回りと合体をさせます。なるほど。はい。これすごいボイラーの。いやー、ここの中の1個がうちらに、ほんまや、どれかがうちら届くことになるか。どれかが手元に来るってこと。まさに5月発売予定のビッグボーイの生産、ここ見せてもらいました。加藤の蒸気機関車の中で一番大きい機関車になりますよね。ビッグボーイ過去最大になります。はい、基本的にこの機関車、日本の蒸気機関車でいうデコイチが2台分つながっているようなイメージを、実際にはカプラーとかでつながってるんではなくて、一つのボイラーの中に収まっているようなイメージなんで、それを小さな半径 R28 に回そう、走らせようというところに一番大変な苦労をしたということになりますね。普通に考えてこんなに大きい機関車が
小さいカーブ回るのがすごい大変なことなんですよね。そうですね。これを実現しているというのがこのビッグボーイのすごいところ。素晴らしいところだと思います。なるほど。はい。で実際にはそれを実現するためにこの中に入っているメカが、ボイラーの内側に当たらないようにすぼまりを持ってるんですね。そうすると結構中が重さが軽くなるというか、そういうところをどうやってバランス取ろうかっていうのが非常に苦労したというふうに聞いてます。この足回り前後で分かれてて、ここが、結構そうですね、左右に触れるんで、はい。でその分の中のダイキャストっていうんですか、そのところがこう、内部で動くんですけど、そのスペースをちゃんと確保してかつ牽引力もちゃんとつけてというところが難しいってことです。そういうところをちゃんとバランスをとってうまく調整していくところが大変なことだと思います。でビッグボーイこれだけ長い車体なので、上り坂とか下り坂とか平面から角度がついた線路に上がるときにはやはりこういうふうに浮いたり沈んだりしますね。でその時にここに大きな隙間、ボイラーの下に大きな隙間ができないように、まずこのシリンダーを可動式にしていることで、それにテンションをかけて動輪にウェイトをかけられるようにしていること、つまり見た目とその走行性能を両立できるようにしているところに、工夫があるということになりますかね。特設サイトに、シリンダーにウェイトが搭載されているというのは拝見したんですけど、それは、重さを線路にかける、荷重を稼ぐというところが大きなところだと思います。はい、でそれが前後のシリンダーにウェイトが入ってて、でさっきおっしゃってたシリンダーが動くところっていうのはどこが動くんですか？こういうふうに動かすとシリンダーがこういうふうに上下にバネで動くのが分かると思います。はい、でこの仕組みが、先ほど言った隙間を作らないような仕組み、もしくはそのテンションをかけられるような仕組みということになります。線路にちゃんと車輪がこそうですね、接触するように、こう上り坂下り坂の時にもしっかりとそういうことができるような、このような仕組みが使われたのはこのビッグボーイが初めて。もちろんこれが初めて。はい。はい、こちらは線路工場になります。埼玉工場とはちょっと離れたところですね。車で5分ぐらいのところにあります。特別に見せていただけるということで連れていただきました。邪魔します。お邪魔します。失礼します。よろしくお願いします。こちらがやっぱり向こうと同じように成形になります。で、主にやっぱり線路の成形とか、あとストラクチャー、建物とか駅とかの成形をしています。そうなんや。分かれてるんですね、車両と。で金型もこういうふうに向こうと違って、もうこちらは同じようなものをずっと作るので、こういうふうに型が組んだままになる。なるほど。おお、買いました。出来たての銅鐘がこちらです。色も入ってるんですか？プレット自体にもう色が混ざった状態になってます。そうなんや。これちょっと使いますけど、なってます。それが成形溶かした時もこの黒い粒とか白い粒が溶けないで、このまんまこういう形で成形されることになる。ってことは同じ線路は一本もないってことですか？そうですね、基本的には。そうなんや。成形の状態によって黒い粒がどこにあるかはそれぞれまちまちになる。そっか。R なんぼでしょうっていうゲームできるかもしれない。じゃあちょっと機械動いてるとこ見に行きましょうか。これが車両とは違う2枚合わせのこういうただ単純に開くだけの金型ですね。今フレキシブルレールの枕両。フレキシブルレールの寄っていただいて。こんな感じで出てくるんや。はい。でちょっと見えますけど片側からちょこっとピンが出てるの見えますね。あれが車両でも使ってた突き出しピンですね。やっぱサイズが大きくなると入れる時間もかかるんですか？そうですね。やっぱり圧力をかけて材料が全体に流れるまで時間かかりますし。これでフレキシブル線路ができてるんですね。はい。成形品がまずできます。でこれを次の工程で線路レールを打ち込んでいきます。打ち込まれてくるんですね。ボタンを押すと打ち込まれた後にカットしてすごい。あそこにセットする瞬間に終わります。すごい。欲しい。この機械欲しいかもしれない。セットした瞬間にですか？すげえ。はい、というわけで
一日朝から工場を見せてもらいました。本当にありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。今まで見れなかったところというか、知ることのなかったことをいっぱい知れて、すごく勉強になりましたし、こうやって模型ができてるんやって思うと、ちょっと早く帰って模型触りたくなりました。ああ、そうですね。それは確かに。こうやって模型って生まれてるんやっていうところを感じてもらえるかなと思います。より愛着が持ってもらえたら嬉しいなと思います。というわけで今回は積水金属埼玉工場から製造工程レポートとしてお届けしました。河野さんありがとうございました。どうもありがとうございました。ぜひまたよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。それではさようなら。さようなら。じゃあまた会えることを願いながら連結機と握手。俺も握手したい。どうぞどうぞ。握手。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。